皆さんこんにちは。今回は宮城県釜崎温泉最上屋旅館をご紹介します。釜崎温泉の開湯はなんと室町時代、木こりが釜の先で岩の隅を打ったところ、温泉が湧き出たことから釜崎温泉という名が付けられたとされています。多くの人の傷を癒してきたことから傷に釜崎と言われる奥羽の名湯です。最上屋旅館は江戸時代から湯治場として人々に親しまれてきた老舗旅館で、日本人を守る会会員、茶色の濁り湯を楽しめる一宿となっています。この動画では今回宿泊したお部屋とお風呂を中心に歴史と伝統ある最上屋旅館をたっぷりとご紹介します。ぜひチャンネル登録の上、最後までじっくりとご覧ください。最上屋旅館に到着しました。釜崎温泉最上屋旅館の創業はなんと江戸時代の1789年。創業200年を超える大変な老舗宿です。現在の宿は大正時代の建築をほぼそのまま残しており、築約100年の木造3階建てとなっています。釜崎温泉では唯一の日本人を守る会会員、秘湯感十分の茶色い濁り湯のお風呂は後でたっぷりとご紹介します。玄関は古き良き日本の旅館の雰囲気十分ですよね。至る所で調度品も所狭しと並べられています。こちらはフロント。チェックイン手続きはこちらで行いました。フロントの奥はギャラリーのようになっています。奥には釣りびなや古い食器などが多数あり、骨董品や陶器が好きな方は楽しめるかもしれませんね。こちらは売店のようになっています。地元白石や蔵王のお菓子などが売られていました。この辺りの陶器も買うことができます。この古い雰囲気素晴らしいですよね。チェックインです。チェックインはフロントのカウンターで行いました。夕食と朝食の時間、貸し切り風呂の予約などを行いました。お部屋までは案内していただきました。お部屋をご紹介します。今回は2つのお部屋をご紹介します。まずは玉垣の間です。鍵はね、こんな感じの鍵になってます。玄関がね、こんな感じで襖の玄関になっていて、中がね、どんな感じなのか楽しみですよね。では入ってみたいと思います。それでまずね、こちらに一つ4畳半のねお部屋がありました。こちらね、隅の方にこんな感じでいろりのようなそういうのもあって、もうここから完全にもう昔のね雰囲気が感じられますよね。こちら側は布団を入れるお部屋になってるので、こちら側がねリビングになってますんで、こっちに行ってみますね。そしてこちらがリビングということになります。リビング兼寝室ですね。まずちょっと奥の方までね行ってみますけれども、景色に関してはねこんな感じの景色になってまして、こちらのね最上屋旅館の屋根がこんな感じで見えるような、そんな感じの景色になってますよね。そしてその手前には広縁のような形でこんな感じでテーブルと椅子が置かれてます。こちらは洗面のような感じでしょうかね。一応ここに石鹸があってシンクがありますよね。こちらにトイレがあるんですけれども、このお部屋はねトイレ付きのお部屋ということで、こんな感じで
通常のねウォシュレット付きのトイレがありました。トイレがねついてないお部屋もあるみたいですので、予約の際にね確認をした方がいいかなというふうに思いますね。改めてお部屋を見てみたいと思いますけれども、こちらのお部屋はね10畳の畳の和室ということになってますね。真ん中にはねテーブルと座椅子があって、で奥の方にはね床の間がありますよね。こちらにはねセーフティーボックスがありますよね。それからここがクローゼットになってまして、こんな感じで浴衣とね、それから陣羽織が置かれてます。でこちらのね帯にはしっかりと最上屋というふうに書かれてますよね。そしてこちらにはね姿見のような兄弟のようなそういうものがありまして、でこちらにタオルと歯ブラシのセットがねありました。タオルにはしっかりとこんな感じでね釜崎温泉の最上屋というふうに書かれてますね。でこちらには小さめのテレビが、あとはこちらはストーブでしょうかね。やはり寒い地域ですのでこういったファンヒーターが置かれてますよね。あとは上にエアコンもしっかりありますので、暑い時期もね大丈夫ということになってますね。やはり天井を見ますとね結構歴史を感じるようなそんな感じの作りになってますよね。個人的にはですね結構こんな雰囲気好きなんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。そしてこちらにはねお茶のセットがありましたね。お茶菓子ですね、こちらにしっかりと用意されてました。最上屋旅館についてね少し説明したいと思います。最上屋旅館は本館のね旅館と言われるような食事付きのお部屋と、それからですね自炊部って言われるような、今は比較的ね珍しいんですけれども素泊まりの長期滞在するようなそういったお部屋がありますね。でところどころにこんな感じで炊事室というのがありまして、それがね自炊部の方の炊事をするお部屋ということになってます。そしてお部屋に冷蔵庫がないんですけれども、冷蔵庫に関してはこちらの炊事室のね冷蔵庫を使うこともできるということになっているようです。で旅籠に関してはこんな感じでね8畳6畳8畳12畳とかね全てのお部屋がレイアウトが違うということで、泊まれる人数はね最大で5名ということなんですけれども、一人部屋なんかもね用意されているということですね。注意が必要なのはねトイレがないお部屋がありますので、その辺に関しては、今回僕らが泊まったお部屋はねどちらもトイレがあるんですけれども、トイレ付きのね部屋が希望の場合には確認をした方がいいのかなというふうに思いますね。今回僕らが泊まっているこちらの玉垣という12畳のお部屋に関しては、予約の時には和室の松というグレードのお部屋でした。もう一つね、田の穂というお部屋も予約をしてますけれども、こちらもね松というグレードのお部屋になってました。最上屋の大浴場ですけれども、こちらにね、こちらの別館の1階にあります東方風呂というお風呂と三方風呂というお風呂があるんですけれども、こちらはですね夜に男女入れ替え制になりますので、チェックイン日とねチェックアウト日で入れるお風呂違いますので、その辺はご注意ください。大浴場に関しては撮影の許可をいただいてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。それからね貸切風呂ですけれども、貸切風呂はこちらの和光風呂というお風呂ですね。こちらはですね本館の3階にあります。で3階の僕らのお部屋からちょっとこう歩いて上に階段少し登って、それで入るようなお風呂になってますので、こちらはね後で入ってみたいと思いますので。それからお部屋でね Wi-Fi が使えます。 Wi-Fi のスピードはね 8.1 とちょっと遅めですけれども、Wi-Fi が使えるだけありがたいかなというふうに思いますね。ということでトイレ付きの玉垣というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。もう一つのお部屋、田の穂をご紹介します。鍵はねこんな感じになってます。ここはちょっと玄関のようなスペースですかね。では入ってみたいと思います。こちら3畳ですけれども、こういった手前にスペースがあって、で奥にはね実はお手洗いがあるんですね。ちょっと見てみますけれども、お手洗いはねこんな感じで、一般的なねウォシュレット付きのトイレと
いうことになってますね。そしてこちらが他の方のお部屋ということになります。まずはねちょっと奥の方まで行ってみたいと思いますけれども、先ほどのねお部屋と違ってこちらのお部屋はこんな感じで、向こうに見えるのがね湯主一条で、僕のチャンネルでもね前に動画を紹介してますけれども、そういう一条っていう宿が向こうに見えてます。でこちら側には最上屋の屋根が見えるという感じですね。こちらの方がね景色がいいのかなというふうに思いますね。そして手前側がこんな感じの広縁のような形になってまして、テーブルとチェアが置かれているということですね。あとはこちらに洗面があります。そして改めてお部屋を見てみますとこんな感じになってまして、全体で畳の8畳ということになってますね。本当に古き良き旅館という感じのねお部屋になってますよね。でこちらにはね床の間がありまして、立派な掛け軸がかけられてますね。そしてこちらがねクローゼットになってまして、ハンガーがかかってますけれども、下の方にはね浴衣と陣羽織があります。テーブルはね津軽塗りのテーブルになってますね。で周りに座椅子があって、そんな感じになってます。ということでこちら田の穂というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。外を少し歩いてみます。最上屋旅館は結構敷地が広くて、周囲と入り組んだような感じになってます。この奥もまだまだ最上屋旅館です。上の方にはね湯主一条が見えてきました。そしてここまでが最上屋旅館ということになります。なかなか広いですよね。真ん中の通路からね坂を少し登ってみると、こんな感じで増築のためか屋根が結構たくさん見えるんですよね。では館内を歩いてみます。廊下はピカピカになってます。いろいろな調度品がね置いてありましたね。こちらは本館3階、私たちの部屋の前の廊下です。トイレのないお部屋があるためか、廊下のところどころでトイレや大きめの洗面がありました。大浴場をご紹介します。大浴場は別館の1階にあり、階段を降りていく必要がありました。こんな感じで少し急な感じのね階段になっています。この奥が大浴場になるんですけれども、大浴場の手前にね炊事場がありました。冷蔵庫をね使うことができます。お風呂の前には自販機がありました。洗面がずらりと並んでいて、椅子もあり少し休めるようになっていました。男女入れ替え制のため、まずはチェックイン日に男湯のお風呂をご紹介します。こちらが大浴場の東光風呂です。こちらのお風呂はね脱衣スペースはちょっと狭めになってますね。こんな感じで全体が木でできています。洗面が一つあってドライヤーもありました。泉質は pH7.1 のナトリウム塩化物硫酸塩泉。泉温が36度と低いのと鉄を含んでいるのが特徴です。加温はされていますが、加水ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しです。そしてこちらが大浴場東光の湯ということになります。なかなかの雰囲気ですよね。
奥の方には人を守る会の提灯がありました。景色は見えませんが、窓を開けることはできます。湯船はね、石造りになってて 4,5 人ぐらいの広さですね。上の方にはこんな感じで木が縁取られていました。周囲を見ると下側は石で上は木製でとてもいい雰囲気になっています。鉄分があるためにいい感じの茶色の濁り湯になっています。匂いはほとんどしないと思いますね。洗い場は3つ用意されていました。こちらはリンスインシャンプーとボディーソープです。チェックアウト日に男湯だった3ホー風呂をご紹介します。こちらの方が脱衣スペースが広くなっていますね。そしてこちらが大浴場の3ホー風呂。こちらも洗い場は3つありました。湯船はね、全体が石造りになっていて、東光風呂よりだいぶ広くなっていますよね。下側にはね、地元白石の小原の材木岩といわれる材木を模した石が並んでいます。上は木造りになってますね。お湯はね、同様に鉄を含んだ茶色の濁り湯になっていました。奥にはこちらも人を守る会の提灯があります。窓を開けることもできますね。人の雰囲気は十分ですよね。貸切風呂をご紹介します。貸切風呂は本館3階の奥、少し階段を上ったところにありました。はい、こちらが貸切風呂の和光風呂というお風呂ですね。鍵はね、こんな感じの鍵になってまして、こちらの札をかけて入ります。で、こちらが貸切風呂の脱衣スペースということになってます。脱衣スペースはね、比較的広い感じに見えますよね。洗面はね、とてもシンプルな感じのね、洗面になってまして、石鹸なんかも置かれてないような、そんな感じになってます。そしてお風呂がこちらから、そしてこちらがね、貸切風呂の和光風呂というお風呂になっていますね。湯船はね、こんな感じで五角形のような形ですかね。中はタイル張りになってますけれども、上に木がね、縁取られて、そしてね、こちらのお湯が出る部分ですね、これなかなか面白い形をしてますよね。さらにこの外の方は、景色はね見えるわけではないんですけれども、日本人を守る会のね提灯があって、そしてこちらね開けることができるんですよね。こんな感じで窓を開けると、半露天風呂のようなそんな感じの雰囲気にもなりますよね。お風呂全体は周りにねこういう感じのなんというか、やっぱ昔風のというかね、下の方が岩のような感じで、上の方はタイル張りになってて、そんな感じになってますよね。なかなかね雰囲気はいいですよね。あとはね、洗い場もこんな感じで用意されてますので、こちらのお風呂でね完結することもできるということですね。はい、それでは最上屋貸切風呂入ってみたいと思います。なかなかいい感じでお湯が流れていきますね。こんな感じで流れていきます。
いいお風呂ですね。お湯の温度はね若干厚めに調整されてますけれども、もともとはね36度ぐらいの低温泉ということで加温は必要みたいなんですけれども、ただ加水もろ過も消毒もされていない源泉 100% かけ流しのお湯ということになってます。成分としてはナトリウム塩化物硫酸塩泉ということなんですけれども、この独特のね色をご覧ください。ちょっと黄土色というか茶色っぽい感じの色で、これは鉄分がね入っているためということみたいですね。岩鉄泉と言われるようなそういった性質になっているようです。匂いに関してはそれほどはっきりとはね鉄の匂いとかそんな感じはしませんけれども、この濁り湯、白とか緑とかそんな感じの濁り湯ではなくて黄土色といいますかね、茶色の独特の濁り湯、これはなかなかいい感じですよね。そして今ちょっと窓を開けてますけれども、こんな感じで少しね半露天のような上の方が見えるようなそんな感じのなかなかいい雰囲気のねお風呂になってます。こちら側には日本人を守る会のね提灯がしっかりと飾られてます。これは本当に人ムードありますよね。これだけの雰囲気のね源泉 100% かけ流しの岩鉄泉に一人でこんな感じで入れるというのはとても満足度が高いですよね。夕食の時間です。夕食は1階の和室の夕食会場でいただきました。大きなお盆で食材がすべて用意されていましたよ。こちらはレンコンとゼンマイの煮物、エビ、キス、フキノトウの天ぷら。お作りはボタンエビとマグロとイカでした。こちらはエビのマヨネーズ焼き。こちらは酢の物ですね。大きなホタテが入っていました。こちらは煮物、たけのこ、里芋、人参などが入っています。デザートはフルーツでした。こちらは茶碗蒸し。ドリンクメニューです。こちらは煮物ですね。がんもどきや人参です。こちらは酢の物、ホタテが大きいですよね。ゼンマイやレンコンですね。春の山菜はいいですよね。それからエビのマヨネーズ焼き。食べるのにちょっと苦労しました。こちらはメイン料理の一つ、豚肉とキャベツの豆板焼き。めちゃくちゃ美味しそうですよね。こちらはポン酢でいただきます。天ぷらは春らしい食材でいい感じでした。キスの天ぷらは久しぶりです。こちらはフキノトウ。お作りのマグロです。こちらはイカ。そして茶碗蒸し。こちらはもう一つのメイン、牛タン焼きです。いい感じで焼けてますよね。味噌だれにつけていただきます。ご飯は宮城県産の一目惚れ。こちらは味噌汁ですね。最後にデザートをいただきます。量も十分でとても美味しくいただきましたよ。
朝食の時間です。朝食は同じ会場で和食膳でした。こちらが朝食です。日本の朝食らしい料理が並んでますよね。こちらはサラダ、切り干し大根、ひじき、朝食の定番焼き鮭、こちらも温泉の朝食の定番温泉卵、野菜のおひたし、わかめと豆腐のお味噌汁、こちらは焼き鮭です。サラダです。ドレッシングはフレンチドレッシングでした。こちらはおひたし、温泉卵はご飯にかけていただきます。豆腐とわかめのお味噌汁。朝食もとても美味しく堪能しましたよ。チェックアウトです。今回の宿泊費は家族3人で5490円でした。支払いは現金のみですのでご注意ください。歴史と伝統を感じる秘湯感たっぷりの宿泊でした。最後に秘湯スタンプをいただきましたよ。宿の近くにあるカフェ&ショップ水へ立ち寄りました。地元白石の特産品や地酒などが売られています。こちらは白石うめん。白石に来たらぜひ食べたい一品です。お楽しみはスイーツです。ケーキもいいですが、アレンジコーヒーがすごいのでご覧ください。ウーメンなどの食事もありましたよ。こちらはチーズケーキ、生クリームが豪華ですよね。こちらは季節のケーキ、目でも楽しめるスイーツですよね。こちらがアレンジコーヒー、とっても可愛いですよね。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上、引き続きご覧ください。